私の名前は島村太郎。もう10年以上もこうして旅を続けている。父親を探し出して殺すためだ。父親の居場所の当てがあるわけでもない。こうして国中旅を続けて手がかりを探し回っているのが私の今の日常だ。今日もこうして見知らぬ町に足を踏み入れた。狭い路地から広場まであらゆる人に声をかけ、父親に関する問いを投げたが、返ってくるのは無関係な答えか冷ややかな視線ばかりだった。もう慣れたものだが、それでも胸の内にとどまる虚無感は消えない。今日は早めに切り上げてキャンプ地を見つけに行こう。最近ドラムブレーキがキーキーと音を立てる。テントを設営して日が出ているうちにブレーキの整備を完了したい。そんなことを考えながら路地から大通りへと歩みを進める。男は黙れ、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 男が埋めるのうんこだけ。はい、男が埋めるのうんこだけ。何やら騒然とする駅前を離れ、 SR を止めているショッピングモールへと向かう。ここは駅も近いためたくさんの人がいる。子供たちが駆け回り、大人たちは買い物袋を手にせわしなく歩いている。軽快な音楽がスピーカーから流れ、どこか浮ついた空気さえ感じられる。華やかに見えるその光景も私にはただ通り過ぎる景色の一部に過ぎない。このショッピングモールの駐車場はどんなに少額でも買い物だけすれば無料で安全な場所に長時間バイクを止めておけるのだ。必要最小限の買い物として手のひらサイズの小さなボトルの醤油が欲しかったのだが、ここには売っていなかった。仕方がないので一粒の小さなチョコレート菓子だけを購入し、駐車料金が無料になる処理をしてもらった後、 SR を止めている立体駐車場への通路を進む。おばあちゃん早く行こう。エマちゃん、急がなくても大丈夫よ。駐車場への通路を進んでいると、女の子と老婆が笑い合って手をつなぎ、こちらへ向かって歩いてくるのが見えた。ピンクの猫よね。ルルはね、いつもリリーを助けるの。家族か。苦しい。おばあちゃん、どうしたの？突然老婆は苦しげに胸を押さえたかと思うと、その場に崩れ落ちた。大丈夫ですか？どうしました？おばあちゃん、どうしたの？おばあちゃん。老婆が倒れ込むと、周囲の人々は足を止め不安そうな視線を送る。そして老婆の元に駆け寄った私よりも一歩早く、サラリーマン風の男性が老婆に声をかけた。もしもし、わかりますか？大丈夫ですか？聞こえますか？男性は膝をつき、老婆の肩を軽く揺さぶりながらはっきりとした声で話しかける。その立ち振る舞いはまるで救急救命のマニュアルそのもののようだった。男性は老婆の呼吸や脈を確認する。確か心肺停止から1分ごとに救命率は 10% 低下すると聞いたことがある。緊急事態だ。そこのあなた、あそこにある AED を持ってきてください。男性は近くの壁に取り付けられている AED を指さし、私に指示を出した。私は男性の指示に従うことにして AED を取りに走った。そちらの方は救急車を呼んでください。わかりました。1、2、3、はい、119番です。火事ですか？救急車ですか？もしもし、人が倒れていて意識がありません。救急車をお願いします。私は持ってきた AED を心臓マッサージを続けている男性に手渡した。男性は私から受け取った AED を素早く開け、慣れた手つきで蓋を展開した。機器が作動するとすぐに機械音声が流れ始めた。小学生から大人モードです。反応がないこと、呼吸がないことを確認してください。この袋を破いて
中のパッドを取り出してください。男性は AED の音声案内よりも先に迷いのない動作で電極パッドを取り出すと私に渡した。その一連の動きに迷いは一切なく、見ているこちらまで冷静さを保つように促されるようだ。胸を裸にして AED の蓋から四角い袋を取り出してください。手渡されたパッドを初めて目にした私は慎重に袋を破ってパッドを取り出す。そして男性が老婆の服を脱がそうと手をかける。その時、信じられない言葉を聞いて私は耳を疑った。それってセクハラじゃないんですか？セクハラ、痴漢ですよね。その女性に AED 使う許可は取ったんですか？撮影します。何を？許可ってどうやって？急がないといけないのがわからんのですか？あんたたち男どもはこんな女の子の目の前でわいせつなことして恥ずかしいと思わないんですか？さっきもその女性の胸をずっと触ってましたよね。なぜ胸を押す必要があるんですか？お腹を押せばいいじゃないですか。まずあなたは何の権限があってそんなことしてるんですか？私は会社で安全衛生管理の責任者をやっています。救急救命法や AED の使い方の講習も定期的に受けていますよ。だからそういうことを言い訳にして女性に性加害をしようとしてるんじゃないですかって言ってるんですよ。分かってますよ。そうやって女性を裸にして触るチャンスだと思ってるんでしょ？女性に配慮した AED の使い方も講習を受けています。結局それは男目線でしか見れてないですよね。女性の尊厳とか考えたことありますか？そういう男の傲慢さに今まで全ての女性は虐げられてきたんですよ。男どもが勝手に作ったルールのせいで女性たちの権利は侵害されてるんです。ではあなたはどうやって性的な目的がないことを証明するんですか？あなたいい加減にしなさいよ。では女性のあなたが AED を使ってください。早くしないと。私女なんですけど AED なんて使えるわけないでしょ。何言ってるんですか。そうやってすぐ他人に頼って何もできないところが典型的な弱者男性って感じですよね。これだから男は無責任なんです。人任せにするのもいい加減にしてくださいよね。痴漢してんだろ。動画を SNS で拡散するぞクソスロマが。性犯罪。今は老婆の命が危ないというのに、この女たちは何を言ってるんだ。こんなことを言われてしまっては、男性は社会的な立場を失ってしまうリスクが大きく、AED を使うことはできなくなってしまう。この女たちにインターネット上で AED を使うふりをして服を脱がして肌を触っていただのと騒動を起こされて性犯罪者のように扱われれば、男性の社会的立場は取り返しがつかないほど崩壊するだろう。名前、勤務先はいとも簡単に特定される。会社は解雇、再就職も難しい。家族は離散。一度性犯罪を疑われてしまえば、積み重ねた苦難の果てにやっと無罪を勝ち取ったとしてもまだ疑われるのだ。SNS には常に誰かを批判し罵倒して陥れてやりたいと願っているクズどもで溢れている。 SNS で巻き起こった騒動に便乗して誹謗中傷を書き込むそういうクズどもにとっては事実がどうだったのかは関係がない。 SNS という絶対的に安全な場所から一方的に他人を攻撃することで、そのどうしようもない惨めな人生を紛らわせることに必死なのだ。この二人もそういう類の人間だろう。これまで真面目に生きてきた人間が世界中のクズどもによるほんの少しの誤解や偏見によってその人生を壊されてしまうのが今の時代だ。私自身の立場も決して安全ではない。私は戸籍の上では死んだことになっている。身分を隠して父親を探しているのだから、インターネット上で顔を晒して目立つわけにはいかない。目の前の二人の男性にはきっと家庭があり、家族を養うために毎日仕事に励んでいるのだろう。そして会社内でもそれなりの立場を築き、責任を背負っているのかもしれない。この状況で彼らがこれ以上踏み出すことは、自らの人生を破滅させるリスクを負うことに等しい。だからこそ彼らは今、何もできない。一連の流れを見ていた周囲の人たちも手を出せずにいる。そんな絶望的な状況の中、男性は迷いながらも声を絞り出した。ダメだ、仕方ない。他の女性を呼んできてください。その言葉には覚悟とも諦めとも取れるような複雑な感情が込められていた。
自らの行動が誤解される恐怖に縛られ、今できる精一杯の解決策を必死に絞り出したのだ。それは他の女性に助けを求めること。自分ではできないからこそ誰かに託すしかないという苦渋の選択だった。それほどまでにインターネット上であたかも性犯罪者のように扱われることは恐ろしいことなのだ。しかしその場の空気は依然として冷たい。腕組みをして見下すような視線を向ける女、そしてスマートフォンで撮影を続けるもう一人の女。彼女たちの態度には助けるどころか無関心であるかのようにさえ感じられた。それでも私はこの状況で老婆を救うために動けるのは自分たちしかいないと確信した。私はもう一人の男性と共に走り出し、必死に店内にいる女性たちに声をかける。すみません、 AED を使ってくれませんか？誰か女性の方、AED の使用をお願いします。ほーら、やっぱり男は女性に頼らないと何にもできないんですね。私たちに痴漢って言われて途中でやめたってことは、やっぱ痴漢しようとしてたんじゃん。死ねよ、チー牛ども。背後から男性の切実な声が響く。その声にはどうすることもできない無力感と、それでも老婆を助けたいという必死さが滲んでいた。こんな時どうしたらいい？救急車は間に合わない。施設の責任者ケビン、探して呼んでくる時間はもう残されていない。こうしている間にも老婆の生存率が下がっていく。どうすれば？手当たり次第に近くにいる女性に助けを求めるが、 AED を使ってくださいなんて必死に訴えかけても怪訝な顔をされるだけで相手にされない。誰か女性の方、 AED を使ってください。誰か女性の方、 AED の使用をお願いします。女性に触れるエロチャンスがなくなるから、そうやって AED を使えないアピールして、私たち女性の方から AED を使ってくださいっていう言葉を引き出そうとしてるんでしょ。そこまでして女性の服脱がせて触りたいチー牛希少すぎるんですけど。てか AED 使うのに服脱がす意味わかんなくね？そもそも体に一切触れずに使える AED を男が開発したらいいのにやらないってことは、やっぱり男はエロ目的しかないってことの証明だよね。裸にして触りたいだけでしょ。マジでなんなの？チー牛なの？弱者男性なの？普通に他人にベタベタ触っちゃダメなの分からんのかな、チー牛は。どいてください。なんとか助けを求めた先で一人の学生らしき女性が真剣な表情で応じてくれた。彼女は野獣馬を力強くかき分けながら倒れた老婆の元へと駆け寄る。私、看護学生です。倒れてから何分経ってるんですか？10分ほど。10分？なんでもっと早く AED を使わなかったんですか？こんなに時間が経って助かるものも助からないでしょ。 AED だけ用意して放置なんて一体何やってんだ。人の命を何だと思ってるの？学生は強い口調で私たちを非難した。涙が溢れたその目は怒りと使命感に燃えていて、一瞬で場の空気を変え、先ほどまで騒いでいた女たちは圧倒され押し黙った。彼女の言葉には正論しかない。私たちはただ保身のために動けなかった事実がそこにあるだけだった。なんかヤバそう。行こうか。二人の女は事の重大さにやっと気づいたのか、目を合わせて小さくうなずき合うとそそくさと逃げていった。彼女らの表情には責任を追及されることへの恐怖と、ここから一刻も早く逃げ出したいという焦りがはっきりと浮かんでいた。二人の姿は周囲の人混みに紛れ込みながらあっという間に見えなくなった。AED なんて誰でも使えるのに、人の命の前に何がセクハラだ。恥を知れ、人殺しだもん。おばあちゃん、病気になっちゃったの？袋を破いてパッドを取り出してください。パッドを青いシートから剥がして図のように右胸と左脇腹に貼ってください。体に触らないでください。心電図を調べています。
それってセクハラじゃないんですか？ AD なんて誰でも使えるのに、人の命の前に何がセクハラだ。恥を知れ、人殺しだもん。おばあちゃん、病気になっちゃったの。